小田和佐助のブナガである。今日はリモートワーク？成果が出せぬ奴は切腹じゃ。という物騒な題に乗っかって話してやろう。まず言っておく。わし、成果主義は大好物だ。ただし、お主らがツイッターで言うような安っぽい成果主義ではない。戦国の成果主義だ。勝つか、滅ぶか。それだけ。会議の資料が綺麗だの、プロセスを頑張りましただの。そんな泣き言で国は取れぬ。だがな、成果が出せぬ奴は切腹じゃ。これをそのまま現代の会社でやったら、まず社長がホームと労基にフルボッコよ。安心せえ。リアル切腹はいらん。だが、結果で裁くのは、本来そういう重さを持つ覚悟だということだ。今日本では、コロナが一段落してリモート縮小とか出社回帰とか、まだ出城に戻るか砦にこもるかでうろうろしておる。だが、わしから見れば、出社かリモートかなど、戦場に出るか白で指揮するかの違いに過ぎん。本丸はただ一つ。お主は戦に勝っているか、負けているかだ。リモートだと成果主義が強まりすぎて、メンタルがどうの、チームワークがどうのと騒いでおるらしいな。ではトン王、お主らのそのチームワークとやら、戦に勝つためのものか。それとも互いを絆め合うサークル活動か。仲良しクラブで給金が出るなら、日本はとっくに天下人だらけよ。誤解するなよ。わしは人を使い捨てろとは言っておらん。戦国でも、兵をすりつぶす対象は三流だ。人は資源。磨けば宝。だからこそ、どこで戦わせれば一番勝てるか、誰と組ませれば伸びるか、そこまで含めて成果の責任だ。単に数字だけ突きつけて、出ないなら首など、ボングのやること。問題は、日本の成果主義が中途半端なことだ。口では結果が全てと言いつつ、実際は上司が見てる時間、飲み会参加率、愛想の良さをこっそり加点しておる。リモートになった途端、あいつ、何やってるかわからないから不安。これだ。わからぬのは部下がサボっているからではない。上司が成果指標を作れぬからだ。わしならこうする。出社かリモートかは確実期にせえ。ただし、ルールは3つだ。1つ、戦の前に価値の条件を数字で決めること。売上だろうが、バグの数だろうが、顧客満足だろうが、とにかく誰が見てもわかる形にせよ。2つ、達成手段には基本口を出さぬこと。城から出ようが、家から鉄砲を撃とうが、勝てばよい。ただし法と道徳は守れ。現代の天下人は、コンプラと世間様だ。3つ結果が出なければ、何が原因かを徹底的に晒すこと。本人の怠慢なのか、目標設定が狂っていたのか、組織の仕組みがお粗末なのか、ここをごまかすから、全部個人が悪いで終わり、打つと退職だけが量産される。成果が出せぬ奴は切腹じゃと吠える経営者よ。お主の城の戦略がポンコツなら、先に腹を切るべきは己だと知れ。時代遅れの評価制度、形骸がした会議、責任だけ現場に投げる文化、これらはすべて、戦場に鉄砲を持たず、竹槍で挑ませるようなものだ。そんな状態で、リモートだ成果主義だと叫ぶのは、溺れながら泳ぎ法講座を開くようなもの。滑稽極まりない。一方、働く者たちよ。成果主義は怖い。プレッシャーが嫌だと怯えるくらいなら、逆手に取れ。どこで働こうが、何時に働こうが、ちゃんと勝ち筋を見つけて数字を出せる人間になれば、会社も国も選ぶ側に回れる。戦国でもそうだ。有能な傭兵は、どの大名者度から手が出るほど欲しがった。場所ではなく、腕で身を守れ。究極的に言おう。リモートか出社かで悩むのは、まだ時間を売っている証拠だ。誠に自由になりたければ、結果を売る側に回れ。その代わり、結果から逃げるな。わしなら、そういう覚悟を持った者にこそ、一番良いポジションを与える。故に現代風に言い直してやる。成果が出せぬ奴は、まず原因を白日のもとにさらせ。それでも変わらぬなら、城を去る。覚悟を決めよう。切腹の代わりに、キャリアの再設計だ。命までは取られぬ分、甘えが利く。それでもう動かぬなら、戦国武将を名乗る資格はない。お主らは、どちらの天下を目指す？ぬるま湯の城内天下か、それとも市場という戦場での天下か。選ぶのは、お主自身だ。